会社の旅行で訪れた秋晴れの美しい観光地。鮮やかに色づく景色の中で、私の目だけがずっと遠い日の残像を追いかけていた。いつかなくした何かのかけらを今もどこかで探している。足元に転がってきたボールを拾い、子供に手渡す一人の男性。その何気ない仕草を見つめていたら、あやふやだった世界の輪郭が不意に鮮明な現実として私の前に立ち上がった。導かれるように言葉を交わすと、彼は一人でこの秋空を眺めに来たのだという。高く澄んだ秋空の話をしていると、上司に呼ばれました。もっと話がしたい。でも勇気が出ない。そう思っていると、彼の方から声をかけてくれました。あ、ちょっと待って。もう少し話がしたい。メアドを教えてもらってもいい？驚きと嬉しさで心臓が大きく跳ねました。いいよ。こうして彼とのメールのやり取りが始まりました。いつも他愛ない雑談ばかり。でもその時間がとても大切でした。メールを繰り返すうちにもっと彼のことを知りたくなりました。でも聞けないことが一つだけありました。彼に特別な人がいるかどうか。メールを始めてから数ヶ月過ぎた12月の下旬。こんなに遅くまでメールしていたら彼女さんに怒られるかな。俺に彼女なんていないよ。電話してもいい？ドキドキしながら返事を打ちました。緊張で気の利いた言葉なんて出てきませんでした。電話待ってる。震える手で携帯を握りしめているとコールが鳴りました。もしもし、ヒロです。はい。さっきのメールだったんだけど、俺マジで彼女とかいないし、そっちこそ彼氏に怒られるんじゃないの？私だって彼氏いたらこんなにたくさんメールしてないよ。冬休みにそっちに行ってもいい？来てくれるの？行く、絶対。ありがとう。今から楽しみ。短い沈黙。探り合うような緊張はふっと解け、お互いの小さな笑い声が心地よく耳元を満たした。年の瀬、彼が私の住む町へ来てくれる日。待ち合わせのコンビニに着くと、彼の車が止まっていました。こっちだよ。寒いから早く乗って。すると彼が突然、好きです。結婚してください。息が止まりました。いきなりすぎて何が起きたのか分かりませんでした。いや、そのね。沈黙。でも彼の真剣な目は冗談を言っているようには見えませんでした。ずっと夢見ていた言葉でした。涙が溢れてきました。こんな私で本当にいいの？また会えただけで十分だと思ってたのに。はい、お願いします。私は落ち着き、涙を拭いながら少し笑う。ねえ。付き合う前にプロポーズするんだね。順番飛ばしてるよ。ごめん。完全にテンパっちゃって。じゃあ、何？俺と付き合って、それで結婚して。また泣きそうになりつつも笑いながら。まとめないでよ。どう言えばいい？私は笑いながら。もういいよ。両方受け取る。しばらく二人笑って穏やかな時間が流れる。私の家に来ない？もしかして実家？もしかしなくてもお父さんお母さんにご挨拶。ヒロくんなら大丈夫だよ。きっとお父さんもお母さんも喜ぶよ。そして私の実家へ向かい、両親に紹介することになりました。玄関を開けると母がいました。母は彼の顔を見て
少しだけ首をかしげました。おかえり。今日は帰らないんじゃ。あら。おかえり。えへへ、彼氏連れてきちゃった。私、彼と結婚するから。お前は気に入らん。帰れ。なんで？今会ったばかりの人だよ。まあ冗談だ。娘を持つ父親だから一度行ってみたかったんだ。最初は心臓が止まるかと思ったけど、結局その後は大歓迎モード。彼の人懐っこくて誠実なところ、お父さんもお母さんもすっかり気に入ってくれたみたい。それから少し経った2月、今度は私が彼の町へ行きました。彼のご両親にも温かく迎えてもらいました。その日の夜、食事の時間に彼が切り出しました。実は家買おうと思っているんだけど。いきなり家？新婚早々借金もなんか嫌だな。賃貸で家賃を払い続けるくらいなら、同じくらいの支払いで自分の家になるんだ。いいけど、本当に見に行くだけだからね。まだ買うって決めたわけじゃないんだから。はいはい、分かってるよ。ちゃんと見てからじっくり判断していいからさ。次の日の朝、彼の助手席に乗ってその家を見に行きました。物件の前に車を止めました。その家を見て私は言葉を失いました。ここって？そうだよ。なんで？なかなかいい家だろ。そういうことじゃなくて、この前ここを通りかかった時に売りに出されてるのが目に留まってね。だからそういうことじゃなくって。そうだよ。この家、ずいぶん前に君が出て行った家。君が生まれて18まで育った家。君と君の家族の思い出がいっぱい詰まった家。あの時はお父さんの事情で出ていかなくちゃなんなかったけどさ、今度はこの家で君とたくさん楽しい思い出でいっぱいにしたいんだ。そう、あの日再会した彼女こそ、俺がずっと忘れられなかった君、ルカだったんだ。私の家、私が生まれ育った家、買い戻してくれるの？君さえ良ければ。家の中に入ると彼女は思い出を一つ一つ噛みしめているようだ。この壁の落書き、まだ残ってたんだ。昔ね、一度だけ当時好きだった人この部屋に入れたことあるんだよ。嫉妬する？しないよ。前に一度だけこの部屋は入ったことあるから。へへへ、あ、そうだ。そこの押し入れ開けて棚に登ってみて。言われるまま押し入れの棚に登ってみる。天井の板が外れ、屋根裏からほこりまみれのノートを見つけた。これ何？私の思い出、私の高校時代の日記なの。特にね、3年生になってからはほとんどヒロくんのことばかり書いていたんだよ。もう一生見ることがないと思ってたんだ。何書いてたの？見せてよ。ダメ、絶対見せられない。いいじゃん、ちょっとだけ。減るもんじゃないし。恥ずかしくて死んじゃう。没収。慌てて封筒を抱きしめるルカ。その顔は少し赤くなっていた。照れる彼女を見つめながら、俺はゆっくりと口を開いた。どう？気に入った？この家が新居だね。そうだよ。それにね、この家が君へのプレゼント。高校時代に君から誕生日プレゼントもらっていたのに俺からは渡せなかったから。ずいぶんかかったけど俺からの誕生日プレゼント。覚えててくれたの？ありがとう。これが2月24日のことでした。季節は巡り、日差しがすっかり暖かくなった頃、桜の花びらが舞うこの駅のホームにもうすぐ彼女が帰ってくる。ずいぶん前、君がここから遠い遠い町へ旅立っていった。今度はあの時と真逆だ。春の風と一緒にゆっくりと列車が滑り込んでくる。おかえり。ただいま。列車から降りた彼女、
気がついたら彼女を抱きしめていた。周りの乗り降りする客の目も気にしないで、こうして俺たちは晴れて夫婦になった。そして現在、柊と一馬、そして高校時代のクラスメートで柊の奥さんになった。楓も呼んで新居でパーティーを開いた。あれ、ここって。楓が気づいたようだ。みんな驚けよ。いらっしゃい。ようこそ。もしかしてルカちゃん。驚いた。みんなには黙ってたけど、俺たち結婚したんだ。どういうこと？わけわからん。この家って昔ルカちゃん住んでた家だよね。ヒロくんが買い戻してくれた。じっくり話聞かせてもらおうじゃないか。ふふ、今日はみんな朝まで帰さないよ。その後は皆で酒を飲みながら、半年ほど前に君と再会したこと、年末にプロポーズしたこと、家を買った時のこと、二人の馴れ初めなんかを話していた。みんなの反応は、まさか俺とルカが一緒になるとは思わなかった。俺は一生結婚できないと思っていた。ルカには俺はもったいない、などなど散々な言われようだったけど、皆は心から祝福してくれた。そういえば高校の引っ越しの時、駅でお母さんに会ってるよな。挨拶の時気づかれなかったのか？すぐ言われたよ。あ、お見送りに来てくれた時の子よねって。なんだよそれ。最初から完全にお母さん公認だったってことじゃん。てか俺だけ独り身じゃねえか。抜け駆けはずるいぞヒロ。抜け駆けってなんだよ。お前も早くいい人見つけろって。あはは、カズマったら相変わらずだね。ねえねえ、カズマくんのぼやきはとりあえず置いといて。扱い雑じゃねえ。置いとくなよ。私、二人の馴れ初めも直接聞きたいな。ヒロくんから聞いてびっくりしたんだよ。僕たちの話、ちょっと待って。心の準備が。騒がしくて温かい仲間たちの声。少し遠回りしたけれど、今度こそこの家はたくさんの楽しい思い出で満たされていく。